皆さんこんにちは、ミニマルです。人体をうまく描くのに避けては通れない人体解剖学。しかし学とつくとなんか難しそう、見なかったふりをしたい、避けて通りたい、別に知らなくてもいいんじゃないとなっちゃう皆さんこんにちは。そんなあなたに人体解剖学をパーツごとに分けて簡単解説、コンパクトに短い動画にまとめてプレゼント。頭のてっぺんから足の先まで人体すべてを解説していきます。これを見たらあなたの絵はクオリティアップ間違いなし、もしくは他人の絵を見てここ解剖学的に間違ってるんだよねとイチャモンをつけるクレーマーにジョブチェンジ。未来はどっちだ。それでは始まります。今回は首を学んでいきたいと思います。こちらは前回使用した頭部の使いです。首の輪郭を形作る主な輪郭は胸鎖乳突筋と僧帽筋です。胸鎖乳突筋は耳の後ろからこの肋骨の真ん中にある胸骨と鎖骨につながっています。僧帽筋は首の後ろから鎖骨と肩甲骨につながっています。前から見ると胸鎖乳突筋が首の横の輪郭を形作っているのがわかります。僧帽筋は肩にマントをかけたような形をしていて、前の方の鎖骨と後ろの肩甲骨につながっています。後ろから見ると首の付け根はここ。前回頭部の描き方で解説した時に最初に球を描きました。その球の側面を削って眉毛の高さと鼻の高さと顎の高さを割り出しましたが、この鼻の高さを後ろに伸ばしていったところが後ろから見た首の付け根になっています。耳はここにあって、耳の後ろから胸鎖乳突筋が前につながっています。僧帽筋はこの位置から始まって肩甲骨と鎖骨につながっています。横から見るとこのように耳の後ろから鎖骨と胸骨につながっている胸鎖乳突筋、頭の後ろから鎖骨と肩甲骨につながっている僧帽筋が見えます。鼻の高さとだいたい同じぐらいの位置から僧帽筋と胸鎖乳突筋が始まっているのがわかると思います。いろんな角度から胸鎖乳突筋と僧帽筋が見えるように描いています。ピンクの部分が胸鎖乳突筋、耳の後ろから鎖骨と胸骨につながっています。頭の後ろから僧帽筋が鎖骨と肩甲骨につながっています。後ろから見ると僧帽筋が首の後ろの輪郭を形作っているのが見えます。このように斜めから見た時でも僧帽筋がこの辺りの首の輪郭を形作っています。ここに喉仏があります。喉仏はなんとなくこの辺が飛び出しているなぐらいのイメージの人が多いかもしれませんので、しっかりと形を見ていきます。まず一番上に舌骨という骨があります。この舌骨はこの下顎から伸びている筋肉がこのように全てつながっています。そしてこの下顎の三角形の部分を書く基準になると思います。その下に喉仏の甲状軟骨と輪状軟骨があります。甲状軟骨と輪状軟骨の下は気管につながっています。横から見ると甲状軟骨はこのような形をして前に飛び出していて、計量カップのような形をしています。前に飛び出している部分が注ぎ口のようになっています。上から見ても V の字に前に飛び出ている形がわかります。横から見た絵と斜めから見た絵も見て形を理解していきます。甲状軟骨はこのように計量カップのような形をして前に飛び出していて、輪状軟骨は単純化して輪っかのようなものがあると覚えておけばいいと思います。舌骨の形自体は絵を描くときに輪郭にはあまり現れてこないので覚える必要はないかもしれません。喉仏は男性で際立つパーツなので、よく見えるように下から見上げた状態で男性を描いてみました。この辺りに舌骨があって、この下顎のラインと三角形の形を作っています。その下に計量カップのような形の甲状軟骨があり、さらにそのすぐ下に輪っかのような形の輪状軟骨があります。喉仏の当たりを描くときには、この紫の線のように体の真ん中を通る正中線を描いておくと当たりが取りやすいかと思います。この喉仏の当たりをもとに輪郭を描いていくと、このように線を引くことができます。こちらの男性もまずこの部分に舌骨があり、この下顎の三角形の形をとる基準になっています。その下に計量カップのような形の甲状軟骨があり、
すぐ下に輪っかのような形の輪状軟骨があります。この喉仏の形を強調するように線を描くと、このように描くことができます。こちらの絵の首の輪郭に注目してみてください。これはアニメなのでよく見る表現ですが、首の輪郭がまっすぐ降りて、ここで少し角度がついています。これは胸鎖乳突筋の形を理解すると分かってきます。胸鎖乳突筋は耳の後ろから始まって、この辺りで二股に分かれて、鎖骨とこの肋骨の真ん中の骨、胸骨につながっています。このように耳の後ろから始まって、二股で分かれて鎖骨と胸骨につながっています。この胸鎖乳突筋が二股に鎖骨に分かれている形を意識して輪郭を描くと、このように首の輪郭に角度をつけて描くことができます。胸鎖乳突筋の形を踏まえて描くと、この輪郭の形も理解できると思います。ここまでの解説を踏まえて、最後にこちらの絵をご覧ください。どこかおかしい部分があります。これは胸鎖乳突筋の形を意識していないので、首が中途半端な場所で終わっている絵です。この絵は首の輪郭が中途半端な場所で止まっています。首と胴体のつながっている部分を輪切りにして描くと、ここになってしまいますが、これでは少し間違っています。実際には左のように描くのが解剖学的には正しいと思います。胸鎖乳突筋が胸骨と鎖骨につながっていて、首の後ろから僧帽筋が鎖骨と肩甲骨につながっているので、首の輪郭がこのように鎖骨につながるような形で描いてあります。横から見ると分かりやすいです。ここに胸郭の肋骨の部分があり、肋骨の真ん中の胸骨、鎖骨、肩甲骨があります。胸鎖乳突筋が耳の後ろから胸骨と鎖骨につながっていて、僧帽筋が鎖骨と肩甲骨につながっています。首と胴体がつながっている場所はここになります。こちらの斜めから見た絵に首と胴体がつながっている部分を輪切りで描き込むと、このように前下がりの形になります。斜めから見た時には胸鎖乳突筋が鎖骨に伸びている形を意識して首の輪郭を描くとかっこいいと思います。以上、首の解説でした。今回の動画がお役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょこっと人体解剖学はパーツごとにシリーズ化していきますので、その他の部位もよかったら見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。